が痛くならないショルダーストラップの作り方です。これはどこかつないで作っていますが、どこだかわかるでしょうか。正解はここです。少しずれてるのがわかります。裏もつないでいるのですが、ここもほとんどわかりません。綺麗につながっているので、あまりデコボコもなくて使いやすいストラップです。つけてみるとこんな感じです。今回はこの布の端から布の端までが104センチのものを作ります。今回は3枚の布をつないで作ります。布と幅に合わせたナスカンを2つ、2.5 センチ幅にするので2センチのものにしました。2.5 センチ幅で2センチにした理由は、家にこれしかなかったというのもありますが、作った時に 2.5 センチ幅のベルトを2センチのところに通すとしっかりと動かないからです。こちらが 2.5 センチ幅のものを2センチに通したものです。今回ナスカンを通す前の紐の長さを110センチにします。3つつないで作るときは全部合わせて130センチになるようにカットします。計算式は簡単で、幅が10センチなので幅10センチを2回つなぐので20センチプラスします。計算式などについては概要欄に補足しています。まず最初に紐をつなぎます。このように直角に合わせて表同士が合うようにします。ここに斜めの線を描いて縫います。上の角からこの下のこの角のところまでです。ここを縫います。縫い代を5ミリ残して切り取ります。これは測らなくても大体で良いです。縫い代を開いてアイロンを当てます。表からも当てておきます。裏はこのようにつないでますが、表に返すとつないでいることがほとんどわかりません。もう1枚も同じように合わせます。端と今度はちょっと短い布です。ここを縫います。縫い代を5ミリ残して切り取ります。
アイロンで開きます。ここから紐状に折ります。半分折りにして真ん中に折ってもう一度折る、こういう紐にします。今回使っている生地ですが、オックス生地を使っています。しっかりと仕上がるのでおすすめです。端まで半分に折ります。次に開いて真ん中に向かって折ります。ここは少し面倒ですが、両方アイロンで折り目をつけた方がきれいに仕上がります。反対側も折ります。半分に折って紐状にします。両端を縫います。以前に紹介したこの押さえつきのマグネット定規が便利です。布端はあまり端すぎると縫い目が落ちることがあるので 2、3 ミリ内側にします。布端のほつれを切るように1ミリぐらいカットします。ナスカンに通して1センチぐらい折ってから折り返します。このように三つ折りにする形です。端を縫います。縫うときは端から縫うと縫いにくいので真ん中から返し縫いで縫います。クリップで留めておきます。ゆっくりでいいので後ろに戻って返し縫いをします。反対側にも通します。1センチくらい折って手前の方をクリップで留めます。
真ん中あたりから返し縫いをして、これで出来上がりです。